今回はアルゼンチンシリーズの5月最新版だよ。この動画は以前のアルゼンチンの2つの動画の基盤編、実践編を見ていることを前提に話をしていくので、まだ見ていないならば先にそちらを見てね。前回の動画は3週間前にアップしたけど、先に謝っておくよ。正直、情報が古かったよ。3月のカンファレンスコールの情報とかを参考にしたけど、今のアルゼンチンでは1ヶ月、2ヶ月の違いは大きくて、すでに激変していたよ。端的に言うと、経済回復が予想以上に進んでいたよ。そこで、今回は最新のアルゼンチンの経済状況やニュースをいろいろ見ていくよ。最新情報を考えると、銘柄に対する考え方も一部軌道修正が必要だと思っているよ。最新の経済指標の状況を見ていくよ。さらに、イーロン・マスクなどのシリコンバレー関連の成功者とミレー大統領の話が出てくるので、そこら辺について解説するよ。その次に、アルゼンチンの産業に関して簡単におさらいするよ。さらに、アルゼンチンの個別銘柄について、決算資料がしっかりしている企業に関して解説するよ。基盤編でいろいろ銘柄を取り上げたけど、これまでマネックス証券の取扱い銘柄を見てピックアップしていたけど、SBI 証券とか見ると別のアルゼンチン株があることが分かったよ。その銘柄も解説に加えていくよ。具体的には、ティッカーシンボル、GGAL、SUPV、YPF、PAM、TEO、CAAP を紹介するよ。あと、アルゼンチンに代表的な EC の MELI もあるけど、この銘柄は、詳しくは解説しない理由を説明するよ。それらの銘柄のどこに投資していくか考えていこう。最新情報を説明する前に、もう一度、ミレー大統領の政策のポイントを説明するよ。これまで一番の問題は、急激なインフレ率の上昇だったよね。それを止めるために、財政支出、補助金を下げて、国民の消費を一時的に下げて、意図的にリセッションを起こしたよ。それにより、インフレ率を低下させるよ。インフレ率が下がってくると、金利を下げることができるよ。実際にこれまで利下げしてきたよ。利下げをする意味はいろいろあるよ。その一つとして投資が促進されるよ。例えば銀行は金利が高いと国債を買えば一定の利益が得られるけど、金利が下がると融資で貸し出して儲けないといけなくなるよ。投資が促進され、さらに輸出が促進されて外貨を獲得できるようになり、最終的な経済回復、そして成長を目指しているよ。この流れを頭に入れながら、いろいろな情報を見ていこう。まずは CPI から。5月14日発表の4月の CPI は、前年比 289% 増加だったよ。この数字を見ると、アルゼンチンはまだまだ危ないかと思ってしまうかもね。次に前月比を見ると、かなり印象が変わって、前月比 8.8% だったよ。ずっと高かった前月比がついに1桁まで下がって、さらに下がる傾向にあるよ。4ヶ月連続で減速しているよ。それに伴い CPI 発表と同じ日の5月14日に政策金利を 50% から 40% に利下げをしているよ。この 40% という水準はコロナ後に利下げした水準より少し高いぐらいで、かなり金利が下がったことになるよ。利下げの理由は物価の減速が明らかだということだよ。物価がかなり下がったとはいえ、前月比 8.8% は年率に直すと 175% なので、まだまだかなり高いけど思い切って下げてきたね。物価に対して金利がかなり低いので、実質金利はかなり低く、銀行は積極的に融資をしていかなければならない状況だよ。もう少し物価についていろいろなデータを見ていこう。こちらが食料のインフレ率。
5月の1週目は前の週と比較して 1.2%、4期間の合計で 3.0% だよ。12月では前の週と比較して 12% の時期があったことを考えると、かなり食料のインフレは収まってきているね。食料のインフレが収まるというのは、比較的貧しい人にとってはかなり重要だよね。REM の期待インフレ率だけど、赤が4月の数値だけど、3月より期待インフレ率が下がって、2024年の10月には 5.2% の予想になっているね。期待インフレ率もディスインフレの予想だね。別の期待インフレ率を見ると、今後12ヶ月後で 88%、24ヶ月後で 41.2% の予想になっているね。こちらは新しい固定金利商品から求めた損益分岐点インフレ率の数字だと、2025年1月には前月比 0.05% の予想になっており、インフレが完全に収まることが想定されているね。実感としての物価がどうかがこちら、52% の人が自宅用に通常購入する基本的な製品の価格は変わらないか下がったと回答しているよ。3月の割合が 31.5% だったので、かなり増えたことがわかるよ。今の政策の優先順位も、インフレは 15% しかなく、インフレはすでに主要な課題ではなくなっているよ。2017年12月の物価をひゃっとした場合の動きを見てみよう。通信や住宅、水、電気などの公共サービスの価格はずっと下がり続けていて、直近上がっているね。これは前の政権が補助金を出して価格を下げていたからだよ。一方で衣類などはずっとインフレで上がり続けたけど、ミレー政権になり消費が抑えられたので下がったよ。食品はなかなか下がらなかったけど、やっと直近下がり始めたところだよ。ここら辺を見ると通信はうまく値上げできてそうなので、ティッカーシンボル TEO もうまくやっているかもね。民間給与はミレー政権になり一旦かなり下がったけど、ついに底落ちしてまた上昇に転じているよ。給与が上がり物価が上げ止まると相対的に購買力が高まるよね。ここから経済回復が期待できるかもね。DC コンサルティングの調査に関して、ミレー大統領の支持は 74% とかなり高いです。前の政権であるペロニズムは 26%。66% の人が全てが正しい軌道に乗っていると回答しているね。ミレー大統領の支持は今のところ揺るぎないね。こちらが小売売上高の数字。ミレー政権となり、一度大きく低下して見事に回復してきているね。これは最初に説明した通り、意図的にリセッションを引き起こし、消費はそこからすでにまずまず回復してきていることがわかるよ。これが CER、実はこれがよくわからなかったけど、おそらくインフレ率か何かだと思うんだけど、で調整されたブルードルの推移だよ。アルゼンチンには政策の為替レートと実際に使われている為替レートがあるけど、ブルードルは実際に使われている為替レートだよ。黄色がミレー政権だけど、ドルがかなり下がっている、すなわちアルゼンチンペソがかなり高くなってきていることがわかるよ。2019年の最初のところの水準だね。こちらが貿易収支の数値だよ。2024年4月の貿易収支は 1.82 ビリオンダラーの黒字だったよ。2023年4月が 0.193 ビリオンダラーの赤字だったので、大幅の改善だよ。輸出は6ヶ月連続での増加だよ。輸入はやや減ってきているね。財務省のネットファイナンス GDP に対する割合はこちら。直近の入札でかなりの純資金を調達できているよ。GDP の 2.5% の数字だよ。こちらが CDS1 年のデフォルトに対する保険の数値だよ。赤の点線の左のところが
ミレー政権開始のところで、そこからかなり下がってきていることがわかるよね。カントリーリスクは 2900bp から 1250bp に下がってきているよ。ただ、まだまだ悪い数字の部類なので、今後も改善が必要だよ。少し話が変わるけど、こちらが民間部門への融資の各国との比較だよ。赤のアルゼンチンはコンゴやガーナと同レベルで、実はほとんど融資がされていないよ。同じ南米のチリ、ブラジル、ペルーはアルゼンチンよりもかなり高いよ。こちらがストッククレジット。南米で多いチリに比べると、アルゼンチンは以前は 10% 以上あったけど、その後年々下がっていき、2024年4月では 4% しかないよ。投資の促進が今後必要という話をしたけど、クレジットが大きくなることが重要なので、この 4% をまずは以前の 10% 以上に上げていくのが政策的に重要なことだよ。言い換えると、融資は今後拡大していくことが期待されているよ。左がペソ建てのローンの成長率だよ。水色がクレジットカード、紺色がパーソナルローンだよ。紺色のパーソナルローンが徐々に上がってきているのがわかるよね。右側がドル建てのローンだけど、2019年以降かなり減ってきていたけど、直近はそれが回復の兆しがあることがわかるよね。ドル建てローンがかなり増えてきている証拠だよ。銀行が融資を提供しているよ。こちらが住宅ローンを開始した銀行のリストだよ。実は少し前まではインフレを理由にほとんどの銀行は住宅ローンを提供しておらず、不動産を買う人はドルのキャッシュで購入してきたよ。インフレ率が下がり始め、利下げをしたことにより、住宅ローンを開始する銀行が増えてきたよ。ちなみに、アルゼンチンの GDP に占める住宅ローン信用がこちら。赤のチリはぐんぐん上昇していっているけど、アルゼンチンは200年の 5.2% をピークに、今では 0.2% しかないよ。今後住宅ローンが増えていけるようになると、住宅ローンビジネスが発展していくことが予想されるよね。左が米ドルの個人預金。直近かなり増えてきていることがわかるよね。IMF 関連のニュースはこちら。IMF はアルゼンチンに約800ミリオンダラーの融資を予定だよ。これから IMF 理事会の最終承認が必要だよ。IMF は16年ぶりの四半期財政黒字、インフレの急速な低下、外貨準備高の好転、ソブリンスプレッドが数年ぶりの低水準に近づいているということで、ミレー大統領を評価しているよ。通貨規制の撤廃を加速するためにさらなる借り入れを希望しているよ。ベース法案についても説明するよ。大規模投資奨励制度、リギマネーロンダリング、権限移譲、年金猶予制度の無効化、民営化などが盛り込まれているよ。下院をすでに通過しているよ。上院で時間がかかっているよ。5月25日に合わせて上院承認を目指したが、難しく、それは断念しているよ。これが無事、通過されれば株価の上げ材料になるよ。逆に長引いているのが、株価が難聴になっている要因だよ。さらに、イーロン・マスクとの関係についても説明するよ。これが5月7日のイーロン・マスクのツイートで、アルゼンチンへの投資を推奨すると言っているよ。実は結構イーロン・マスクとミレー大統領は会って意気投合しているよ。アルゼンチンは数日から数週間で数千台のスターリンクの端末を輸入したという報道もあるよ。あと、ブルームバーグの記事によると、メタのザッカーバーグやアップル、グーグル、オープン AI などのシリコンバレーの大手テクノロジー企業のリーダーと5月下旬に会う予定と言われているよ。さらに、有名な投資家ドラッケン・ミラーは2024年1月のダボス会議で、ミレー大統領の講演を聞いて、資本主義改革に注目したため、ティッカーシンボル、BMA、GGAL、TEO を購入したようだよ。
ポートフォリオの中では 0.23% とかそのレベルで大したことがないけど、ドラッケンミラーもアルゼンチンに注目しているよ。ここで疑問に思わない？なんでイーロン・マスクや他の経営者がアルゼンチンに注目するのか。100歩譲ってイーロン・マスクはアルゼンチンはリチウムが取れるので EV 事業向けの連携ができるし、アルゼンチンは自動車産業を誘致したい動機があるのでいいとして、ザッカーバーグは全然わからないよね。アルゼンチンに IT 産業がないわけではないけど、正直そんなに大きな国でもないし、ビジネスだけを考えるとシリコンバレー系のリーダーと会えるのは理解に苦しむよね。実はミレー大統領とこれらのリーダーを結びつけるキーワードが政治。リバタリアニズム、リバタリアンだよ。この動画は投資風エンタメ番組なので、政治は詳しくないので正確な説明ではないけど、自分の調べた範囲でリバタリアニズムについて説明するね。米国の政党を例に出していくけど、すべての政党で共通するのが自由だよ。ただ、自由の解釈がそれぞれ違うよ。まずは、リベラリズム、左派とか言われて、米国だと民主党だけど、平等な社会を前提としたリベラル、自由だよ。平等が優先されるため、富の再配分を考えているよ。一方で、右派、共和党は共同体主義だよ。共同体、伝統を重視したリベラル、自由だよ。それに対して、リバタリアニズムは市場原理、功利主義だよ。よくミレー大統領は極右と言われるけど、正確にはリバタリアニズムは右派でも左派でもどちらでもない民主党とも共和党とも異なる考え方だよ。個人の幸福を最大化することを大切にするよ。自由市場主義者だよ。そのため社会の平等のために個人の自由を阻害されることを嫌うよ。リバタリアニズムも一つではなく、その中でいろいろな考え方があるよ。例えば、クリプトアナキズム。暗号、クリプトにより国家の規制のない社会を作ろうとする考え方だよ。ブロックチェーンとかを活用した社会を考えているよ。他にも、総督府功利主義。こちらは、テクノロジーの力によって社会を最適化することを考えるよ。この例を見てみると、なんとなく分かってくるよね。ブロックチェーン、テクノロジー。だんだんシリコンバレーと近づいてきたよね。そう、リバタリアニズムはテクノロジーとの相性が良く、シリコンバレーの思想に近いんだよ。シリコンバレー系のリバタリアンの考え方として、個人がそれぞれの目標と幸福を定義できることや、少数の天才が社会を前進させる原動力となること、最小限の国家介入があるよ。シリコンバレー系の本や情報を見てきた人は、なんとなくピンとくる考え方だよね。この考え方がリバタリアンだよ。リバタリアンと言われている代表的な人物は、ピーター・ティール、イーロン・マスク、オープン AI のサム・アルトマン、イーサリアムを考案したビタリック・ブテリン、ザッカーバーグもその影響を受けているね。シリコンバレーで共有される考え方に近いのがリバタリアンだけど、前に説明した通り、民主党も共和党もリバタリアンではないんだよ。多くの国が同様の状況だよ。それどころか、世界の国で国家元首がリバタリアンの国って自分が知る限り、おそらくアルゼンチンしかないんだよ。ここでつながったよね。なぜミレー大統領がシリコンバレーのリーダーと結びつくのか。シリコンバレーのリーダーが推す政治思想を実践している唯一の政治リーダーがミレー大統領なんだよ。どこまで企業としてアルゼンチンを応援できるかわからないけど、個人としてはミレー大統領を支援していくという流れは政治信条から当然の流れなんだよ。これが今後のアルゼンチン投資にどうつながるかわからないけど、長期的には何らかの価値を生んでいくかもね。そのような政治思想なので、
アルゼンチンでも起業家支援を始めているよ。ミレイ大統領は起業家にウィンクという話があったよ。アルゼンチンの起業家はビジネス創出のブームを期待しているよ。アルゼンチン政府は簡易株式会社 SAS の設立と運営のために設けた障害を取り除いたよ。SAS は中小企業や新興企業を設立するための柔軟な手段であり、会計士は SAS を再び創設する準備を進めているよ。以前の動画で中央銀行廃止の話は政治パフォーマンスだったと説明したけど、間違いだったよ。最近のミレイ大統領の発言を見ていると、全然諦めてなかったよ。直近はインフレの応急処置で引っ込めていたけど、リバタリアンという政治信条のもと、進めていくのがわかるよ。発言としては、どの通貨で取引するかを選択できるようになる。そして経済拡大につれて、ペソの量が非常に少額になるため、ドル化して中央銀行を廃止することができると言っているよ。通貨発行を犯罪とする法律を制定するつもり。この場合、中央銀行総裁、理事会、国家大統領、経済大臣、そしてこれらの性質の逸脱を承認したすべての議員と上院議員が刑務所に送られることになると言っているよ。ここまでアルゼンチンのポジティブな現状を説明したけど、ネガティブなニュースも説明しておくね。アルゼンチン銀行について、プットと債券取引に疑義というニュースが出ているよ。アルゼンチン中央銀行と規制当局は、国債とプットオプションの取引に不正があった可能性がないか、国内の少なくとも3つの銀行を調査しているよ。GGAL に対する調査に加えて、BBAR、BMA に電子メールで問い合わせを行ったよ。銀行が翌日のプットオプションの行使前に、債券価格に意図的に影響を与えようとしたかどうかの判断を目的としているよ。規制当局が発表した4月29日の声明で、GGAL が価格操作を目的とした自社と二重のソブリン債取引を行い、2月21日に国債プット実行を許可したと述べたよ。不正行為が証明された場合は、得られた利益の最大5倍の罰金となるよ。GGAL は、この件について、内部調査を開始5月末までに規制当局に回答するよ。銀行、特に GGAL については、こちらについては警戒した方が良いかもね。ただ、対局で見れば、ミレイ大統領の政策により、アルゼンチン経済は良い方向に向かっていることは理解できたよね。このスライドは前回の動画のものだけど、重要なので、繰り返し説明するよ。アルゼンチン投資というか、新興国投資で重要なのは、その国だけでなく、米国の状態も重要だよ。結局、お金がドルに集まるのか、新興国に逃げていくか。そこが重要だよ。だから、金利動向や米国の経済状況はすごく重要だよ。こちらがアルゼンチンのメーバル指数。アルゼンチンペソの指数なんだけど、3月から順調に右肩上がりだよね。こちらがアルゼンチンペソに対する米ドルの非公式レートだよ。ずっと為替は落ち着いていたんだけど、直近すごく上がっているよね。上がったということは、アルゼンチンペソが安くなっていることだよ。こちらが米ドル建ての銀行株 ADR の BMA の株価。為替が急激にドル高になって、株価が耐えられなくなって、急激に下がったよ。このように、米国の影響を大きく受けるのがアルゼンチン株だよ。ここで、アルゼンチンの最新ニュースの解説は終わりにして、次にアルゼンチンの産業について見ていくよ。こちらが、ジェトロが出しているアルゼンチンの主要産業の資料だよ。2021年7月のもので、やや古い資料だけど、まずは、そこでアルゼンチンに対する理解を深めるね。まずはこちらが目次。個別産業は54ページぐらいの資料なんだけど、びっくりしたのが半分以上が穀物、畜産と工業、
エネルギーとその加工品としての食品や石油価格に関する説明なんだよね。すなわち一次産業とその加工産業がアルゼンチンの産業でかなり占めていることがわかるよね。残りとして他の産業について解説しているよ。こちらが鉱業。2019年でかなり古いけど、ペソ建てで見ると一番多いのがゴールド。次に銀。その次がリチウム。さらに銅とかも取れるよ。リチウムは以前ティッカーシンボル LAAC を説明した通り、主要な産地の一つだよ。銅は割合は少ないけど、埋蔵量はそれなりにあり、開発が進めば銅としても有力だよ。次に石油と天然ガス。企業のリストが左側にあるけど、石油も天然ガスもトップはティッカーシンボル YPF だよ。石油はメキシコの会社だけど、ティッカーシンボル VIST が4位になるよ。天然ガスの5位にティッカーシンボル PAM もあるよ。次に電力。14.3% のシェアにティッカーシンボル CEPU があるよ。12% のシェアにティッカーシンボル PAM があるよ。YPF の関連会社も電力事業をやっているよ。次に自動車。実は自動車生産もしているよ。いろいろな完成車メーカーの工場があるよ。以前の動画でマクリ政権が自動車メーカーの誘致をしようとしていた話があったよね。2024年3月にフォードアルゼンチンが80ミリオンダラー投資しているよ。エンジンの生産を新たに開始するよ。2023年6月だけど、トヨタアルゼンチンが50ミリオンダラーの新規投資をしたよ。2024年1月から商用車ハイエースの生産を開始するとのことだよ。次は EC。 ちょっと資料が古いので最新がどうなっているかわからないけど、当時の資料では国内 EC の 40% 以上はティッカーシンボル MELI が占めていると言われていたよ。アマゾンはアルゼンチンには進出してきてないようだね。次に通信。トップがティッカーシンボル TEO だね。次に銀行。ちょっと情報が古くて最新のものは別の動画を見てほしいけど、ティッカーシンボル GGAL、BMA、BBAR の3つが主要な銀行だということがわかるよね。ここまででアルゼンチンの産業の説明は終わり。残りは個別株で決算資料がしっかりしているものを一通り説明していくね。まずは前回もある程度説明したけど、ティッカーシンボル GGAL。時価総額は 6.6 ビリオンダラーとアルゼンチン株の中では大きいよ。こちらのグラフはアルゼンチン全体の話だよ。左側が預金とローンの推移だけど、預金は増えているけど、ローンは減っているね。どちらもアルゼンチンペソとドルを合わせた数値だよ。2018年以降、政策金利が大きく上がってしまったため、ローンは減っていったよ。右側が他の中南米の国との GDP に占める割合の比較だけど、ローンがかなり少ないことがわかるよね。預金も決して多いわけではないよね。預金とローンの成長率について、ペソとドルに分けたのがこちらだよ。ペソがかなり増えているのはインフレの影響だから無視してね。ドルに関して預金は直近少し持ち直したけど、去年の秋から預金が減り続けていたね。ローンも年末に少し下がったけど、また持ち直しているね。こちらは前回と同じスライドだよ。GGAL は銀行の他にクレジットカードやデジタル銀行、保険や年金、ファンドなどの子会社があるよ。こちらがネットインカムを示しているよ。左が2023年通年。右が Q4 を示しているよ。やはり銀行から圧倒的に利益を得ており、
ここの成長がこの株の株価のドライバーになると見ているよ。他には Q4 だけ見ると、クレジットカード、ローンの会社もかなり大きな利益を稼いでいるね。金利が下がったので、ここら辺のセグメントの成長も期待できるかもね。プライベートローン、プライベートセクターの預金に関しては、順番は GGAL、BMA、BBAR となっているよ。この3社が大手だね。下の方に HSBC があるけど、GGAL が買収しているよ。クレジットカードは BBAR、GGAL、BMA の順番だね。支店の数は BMA、GGAL、BBAR の順番だね。クレジットカード事業は870万のカードを発行していて、380万人の顧客がいるよ。GGAL の月足チャートはこちら。マクリ政権のピークの半分にはまだ届かない水準だね。2019年のピークぐらいの水準かな。週足チャートはこちら。今年に入ってずっと上昇してきたけど、為替の問題で直近調整しているね。日足チャートはこちら。1月からずっと上昇トレンドだったけど、直近の調整が厳しいね。次に、ティッカーシンボル、SUPV。金融の会社だよ。これから説明するけど、デジタル対応を強調している会社で、面白いかもね。ここまで紹介した3社より、時価総額が874ミリオンダラーと小さいよ。こちらはすでに2024年 Q1 決算も発表しているんだけど、事業の内容は2023年 Q4 決算の資料の方がわかりやすいので、こちらを中心に説明するね。資料を見ると、かなりデジタル対応を強調しているよ。リテール顧客でのデジタル採用が加速。パーソナルローンも 64% とかなり上昇しており、クロスセルを強調しているよ。保険とかもあるよ。あと、デジタルウォレットもやっていて、送金が700万あったようだよ。QR コード支払いも24万件あったようだよ。中小企業に対してもデジタルで貸付をしているよ。クロスセルとして保険を売ったりしているよ。IOL というドル化とか投資とかのサービスだけど、マンスリーアクティブユーザーが27万人、口座数が91万人あり、かなり伸びているよ。アプリダウンロード数も72万ダウンロードあるよ。運用資産も右肩上がりで伸びているよ。保険以外の手数料収入がこちら。預金が大きく、クレジットカードが減ってきているけど、その代わりに IOL が大きくなってきているね。デジタル顧客数も割合もかなり増加してきているね。デジタル対応がかなり進んでいるね。資産運用のリテール顧客も増えてきているね。デジタルチャネルの保険売上も増えてきているね。デジタルのパーソナルローンも増えてきているね。これが最新の Q1 決算だけど、中央銀行からローンへのシフトを強調しているね。これはもちろん、政策金利が下がり、ローンにシフトしていることを示しているよ。ローンのポートフォリオは、中小企業、企業ローンが 64% で、個人ローンは 36% だね。SUPV の月足チャートはこちら。マクリ政権のピークに比べてかなり低いね。2018年の落ち方が他の銘柄よりも大きいので、個別要因があったのかな。週足チャートはこちら。大統領選挙の後はずっと上がってきているね。日足チャートはこちら。3月から上昇してきているね。次は、ティッカーシンボル、IRS。不動産の会社だよ。今後、金利が下がり、不動産投資が活発になると、地価が上がって期待できるかなと思っているよ。時価総額は1ビリオンダラーぐらい。賃貸と開発の両方をやっているよ。賃貸はショッピングモールが15、オフィスが5、ホテルが3あるよ。開発は
英語にするとアーバンコーストというところで結構な規模で開発しているよ。賃貸をやっているところのロケーションがこちら。オフィスは首都であるブエノスアイレスにあるよ。ショッピングモールはブエノスアイレスと他にもアルゼンチンのいろいろなところにあるよ。ホテルは緑色の3つのところにあるよ。写真だとこんな感じの不動産を持っているよ。契約形態はこちら。ショッピングモールは入居前のブローカーフィーと入居後のベースとして固定でもらっているところとテナントの変動しているところがあるよ。契約期間は平均3年だよ。オフィスも平均3年で契約しているよ。米ドルでもらっているよ。ホテルは宿泊ベースで宿泊料と飲食で売り上げを上げているよ。こちらがショッピングモールの稼働率だよ。2019年にウォルマートが撤退したところから下がり始め、さらにコロナで大きく下がったよ。そこから2022年後半から回復し始めて、直近は2018年の水準近くまで戻したよ。ホテルはこちら。2021年、2022年はコロナの影響で下がっていたけど、直近は持ち直してきているね。開発のプロジェクトはこちら。海側の地域のようだね。15年から20年のプロジェクトで様々な利用の可能性があるよ。まだ環境インパクトのアセスメントをやったり、これからだよ。どんなものができるか楽しみだね。こちらが賃料のセグメント別の EBIT だ。やはりショッピングモールが大きいね。今後消費が活性化されてショッピングモールが盛り上がると良いね。こちらが純資産価値だけど、やはりショッピングモールが大きいね。ショッピングモールの不動産価値が上がると良いね。あと開発プロジェクトもかなり大きいね。借金に関しては圧縮してきているね。自社株買いのプログラムも昨年に引き続きあるようだよ。IRS の月足チャートはこちら。マクリ政権のピークに比べて3分の1もいっていないね。コロナの影響も結構あって出遅れているかもね。週足チャートはこちら。大統領選挙の後は上昇したけど、そこから横ばいだったね。直近やっと上に抜けそうだけど、為替による調整が来ているね。日足チャートはこちら。4月に一度高値ブレイクしたけど、戻されて5月に再び上昇し、またもたもたして調整に入っているね。次に、ティッカーシンボル YPF。アルゼンチンの主要産業であるシェールの会社だね。時価総額は 12.6 ビリオンダラーとアルゼンチン株の中では大きいね。売上は上昇傾向だけど、直近12ヶ月は2022年と比較してやや減少だね。EBITDA も同様だね。設備投資だけは直近も伸びているね。こちらが生産されている原油と天然ガスのバリューチェーンだよ。原油は生産された 4% だけ輸出していて、ほとんど国内で消費されているよ。国内のものは生成されるけど、生成された 9% だけが輸出されて、ほとんどが国内で消費されるよ。天然ガスも輸出は 4% だけで、ほとんど国内で消費されるよ。住居用、工場などの産業、発電所で消費されるよ。びっくりするほど輸出されていないけど、おそらくこれはこれまでの政策的に輸出が不利となっていたからだと思うよ。輸出で得られたドルは為替の政策レートでしか交換できず、そうなると非公式レートより大幅に不利なレートでの交換になるよ。逆にこの為替での規制が撤廃されていったら輸出が伸びて、さらに YPF が成長していくことが期待できるかもね。YPF は原油生産は 37%、天然ガスは 29% でトップの会社だよ。総生産は2020年まで減ったけど、そこから増加してきているね。
ネットシェール生産もシェールオイル、シェールガスともに増加してきているね。生産コストも上がってきているね。シェールの緯度も増やしてきているね。こちらが下流。精製、石油化学、販売の事業をやっているよ。石油精製品の売り上げも増加傾向だね。ガソリン、ディーゼルの売り上げも 56% が YPF だね。原油処理の推移はこちら。YPF の月足チャートはこちら。大統領選挙よりも前の原油価格の上昇から少し経ってから、すでに上昇し始めているよ。すでに5倍以上となっているよ。マクリ政権のピークと近い水準に来ているね。アルゼンチンの経済だけでなく、原油価格の影響も大きそうだね。週足チャートはこちら。2022年の半ばから2023年後半に調整があるけど、ずっと上昇してきているね。日足チャートはこちら。大統領選挙で上昇した後はずっとレンジ相場だったけど、原油価格が上昇し始めたあたりからまた上昇を始めているね。次はティッカーシンボル PAM。発電の会社だね。発電以外にもガス事業をしたり、原油関連を買収したり、いろいろな事業をやっているよ。ニューヨークに上場しているのは株の 24% だよ。親会社が発電、エネルギーの上流、石油化学をやっているよ。子会社にエネルギーの中流、これは今回は紹介しないけど、ティッカーシンボル、TGS で上場している会社だよ。そちらに投資しているよ。他に送電の事業もしているよ。売上は2020年から増加しているね。EBITDA も増加しているね。2020年はコロナの影響があるのかもね。設備投資はずっと上昇している。EBITDA の中の割合は 44% が電力、56% がエネルギー関連だね。もう少しブレイクダウンしたものがこちら。EBITDA で見ていくと、発電、エネルギーの探索、生産、TGS の部分が大きそうだね。ここら辺の事業の先行きが重要だね。ガスマーケットではアルゼンチンの 13% だよ。ほとんどが天然ガスだね。発電所としては 15% でかなり大きいね。今回紹介しないけど、ティッカーシンボル、CEPU も 15% で大きいね。YPF も発電もしているよ。生産した天然ガスの輸送を TGS がしているよ。PAM は 2.6% を直接投資、TGS の 51% の株を持つ会社の 50% を投資しているよ。天然ガスのピーク生産は年々増加しているよ。発電も増加しているよ。借金は圧縮しているよ。PAM の月足チャートはこちら。コロナの底からずっとじりじり上がり続けているね。マクリ政権のピークの半分以上まで来ているね。週足チャートはこちら。ずっと右肩上がりのチャートだね。日足チャートはこちら。大統領選挙の後の上昇の高値をずっと超えられていないね。次はティッカーシンボル TEO。通信の大手だね。時価総額は 3.6 ビリオンダラーぐらい。モバイル、ブロードバンド、有料テレビ、パーソナルペイとかやっているよ。モバイルは年率 3% の上昇。有料テレビの顧客数は年率 12% の上昇。パーソナルペイの顧客は250万人だね。売上は 0.8 ビリオンダラーぐらい。EBITDA は 0.24 ビリオンダラーぐらい。グロースマージンは 30% ぐらい。携帯会員は2120万人。ブロードバンドは410万人。有料テレビは330万人。アルゼンチン以外にもパラグアイとウルグアイで事業展開しているよ。パラグアイの携帯は240万人いるよ。
インフレもあって月額料金は増加してきているよ。各サービスの顧客数はやや渋そうな数値だね。サービス売上はインフレ調整するとマイナス 16% だね。売上をブレイクダウンすると携帯が4割、ブロードバンドが 24%、有料テレビが 14% ぐらいだね。パラグアイはこんな感じ。伸びている市場だね。ウルグアイは有料テレビだけやっているね。B2B サービスは売上の 18% を占めているよ。高速ブロードバンド、セキュリティ、クラウド、インフラ、SaaS、IoT などを提供しているよ。パーソナルペイ、これはデジタルウォレットだよ。250万人のアカウントがあり、年率 159% で伸びているよ。アルゼンチンでナンバー2のフィンテックだよ。フィンテックとしての成長も今後期待したいね。売上、EBITDA ともにインフレ調整すると前年比マイナスだね。オペレーティングインカムもインフレ調整すると厳しいね。設備投資は増加させているよ。TEO の月足チャートはこちら。マクリ政権のピークに比べるとまだまだ全然上昇していないね。前の政権では結構厳しかったんだね。これから上値余地がたくさんあると見るか判断が必要だね。週足チャートはこちら。大統領選挙の前はほとんどレンジで上昇できていないね。日足チャートはこちら。大統領選挙の後、かなり上昇した後はずっとレンジ相場だったね。5月頭にやっとそのレンジをブレイクして上昇し、その後調整してレンジの上限を試している位置だね。次はティッカーシンボル CAAP。空港の運営の会社だよ。時価総額は 2.9 ビリオンダラーぐらい。アルゼンチンの経済が回復し、飛行機の利用が増えていけば期待できる銘柄かな。自動車とかの工場とかできると良いよね。空港としてはアルゼンチンに37空港で、他にアルメニア、ブラジル、エクアドル、イタリア、ウルグアイの空港があるよ。イタリアのピサとフィレンチェもあるんだね。契約は2030年代から2053年まであって、長期契約だね。EBITDA で見ると、アルゼンチンが 57% で、ウルグアイが 16% だね。乗客のトラフィックは2020年にコロナで大幅に減って、そこから回復している途上だよ。売上も同様に2020年に大幅に下がって、2022年では2019年並みに戻っているね。EBITDA も同様だよ。国別の乗客トラフィックを見ると、アルゼンチン、アルメニア、エクアドル、イタリア、ウルグアイはやっと2019年の水準に戻ってきているね。ブラジルは超えたり戻ったりだね。アルゼンチンの経済回復に加えてコロナからの戻りの影響もありそうだね。同業との比較だけど空港数は2位なんだね。ただ乗客数はかなり少ないよ。空港売上成長率は5位だね。CAAP の月足チャートはこちら。上場したのは2018年だけど、新高値を取ってきているね。週足チャートはこちら。2022年半ばぐらいから上昇をし続けているね。途中2023年秋に調整して、また上昇トレンドに戻ってきているね。日足チャートはこちら。大統領選挙の後に上昇し、12月にもう一段上昇してからはレンジ相場になっているね。また4月ぐらいからじりじり上昇してきているね。最後にアルゼンチンを代表する銘柄にティッカーシンボル MELI があるよ。南米の EC の会社だね。時価総額は87ビリオンダラーで、これまで紹介した銘柄とは比べ物にならない会社だよ。なぜこの会社を細かく説明しないかというと、こちらが国別の売上だけど、アルゼンチンの割合は 15% にも満たないんだよね。
一番大きい国はブラジルで 50% 以上占めるよ。メキシコもアルゼンチンよりも大きいよ。今回のストーリーはアルゼンチンという国の経済回復によるものだから、ちょっとこの株はストーリーが違うと思っているよ。もちろん良い会社だから銘柄分析してみるのは良いと思うよ。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。